ここに一枚の写真がある。1941年12月7日、真珠湾。この写真に写っている巨大な煙は戦艦アリゾナが爆発した瞬間のものだ。この白黒写真に AI で色を与えてみる。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーにした瞬間、一気に現実味が増す。炎の赤、煙の黒、真珠湾の青い海。この煙の下で2403人のアメリカ兵が命を落とした。そして日本にとっても310万の命を失う戦争の始まりだった。この攻撃を上空から指揮した男がいた。淵田光雄。真珠湾攻撃の総隊長であり、トラを打電した男だ。今日は淵田の回想録をもとに真珠湾攻撃の貴重な写真をカラー化しながら、1941年12月7日の朝に何が起きたのかを振り返ってみよう。この動画では2冊の本を参考にしている。1冊目は真珠湾攻撃総隊長の回想、淵田光雄自叙伝。攻撃の総指揮官が自ら書き残した回想録で、操縦席から見た光景や搭乗員との会話まで克明に記されている。概要欄にリンクを貼っておくので、興味のある方はぜひ読んでみてほしい。2冊目はドナルド・マッキンタイヤのザ・バテル・フォー・ザ・パシフィック。残念ながら日本語版は発売されていないが、連合国側から見た真珠湾とその後の戦いの記録だ。この動画は日米双方の視点からあの日何が起きたのかを振り返っていく。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの覆面方法では、従来のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これは従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。サイトには当チャンネルで使用したカラー写真の閲覧と保存ができるのと、動画では紹介しきれなかった未公開写真も公開している。1941年8月25日、蒸し暑い夏の午後、淵田光雄は岩国航空基地で第3航空隊の訓練をしていた。昼食後の一服を終え、御水に向かおうとした時、電報配達の兵が声をかけた。航空参謀と電報です。電報をめくっていた淵田は思わず声を上げた。待て、移動だ。行き先は空母赤城の飛行隊長。淵田は前年にも赤城の飛行隊長を務めていた。39歳の淵田にとってもう一度空に上がるのかという思いだった。飛行機乗りは年齢に逆らえない。40を過ぎれば若いパイロットの足手まといになる。だが電報を確認すると飛行隊長ではなかった。航空隊総指揮官だった。それが何を意味するのか、この時の淵田はまだ知らなかった。1941年9月下旬のある蒸し暑い日、淵田が飛行訓練の合間に休憩していると報告が入った。総指揮官殿、源田参謀がお見えです。源田実。第一航空艦隊の作戦参謀で海軍兵学校52期の同期生だった。二人は若い頃から飛行機乗りを志し親友だった。源田は淵田の個室に入ると耳元でこう囁いた。実は極秘の話がある。源田が明かしたのは真珠湾攻撃の計画だった。開戦と同時にハワイのアメリカ太平洋艦隊を奇襲する。空母6隻から全航空隊を発進させ、戦艦と空母を一撃で葬る。山本井ソロク連合艦隊司令長官が発案した作戦だった。そしてその攻撃隊の総指揮官が淵田だと告げられた。赤城への移動の真の理由がここで明らかになった。真珠湾は水深が浅い。わずか12メートルしかない。通常の航空魚雷は10日後に40メートル以上沈んでから水平に戻る。12メートルの浅さでは魚雷は海底に突き刺さって終わりだ。これが最大の難題だった。魚雷隊を率いる村田重治少佐はこの問題に正面から取り組んだ。投下高度を海面ギリギリの10メートルに下げ、魚雷の射出角度をゼロにして水面をスキップさせるように改良した。鹿児島湾で毎日血の滲むような訓練が繰り返された。魚雷の沈降深度を記録計で測定し、少しずつ改善していった。だが20メートルから先が縮まらない。当乗員たちから不満の声が漏れ始めた。なぜ20メートルで妥協しないのか。水深10メートルしかない港に停泊する艦隊など世界にないだろうと。彼らはそれが真珠湾だとはまだ知らなかった。一方、水平爆撃用の鉄鋼爆弾にも問題があった。在庫がなかったのだ。
緊急措置として戦艦長門型の41センチ砲弾を削って改造し、800キロの鉄鋼爆弾を作った。3000メートルの高度から投下すれば、アメリカ戦艦の装甲甲板を貫通できることが実験で証明された。北海道の東端から千島列島が北東に伸びている。最初の島が国後、2番目がエトロフ。エトロフの南岸のほぼ中央にヒトカップ湾という入り江がある。漁船が季節ごとに集まっては去る寂しい港だった。千島の冬は早い。11月にはもう雪が見える。1941年11月21日、その静かな冬の港に突然海軍の艦隊が入ってきた。翌日、空母加賀が入港し、機動部隊の集結が完了した。空母6隻、戦艦2隻、従順2隻、軽巡1隻、駆逐艦9隻、潜水艦3隻、輸送船8隻、合計31隻の大艦隊だった。艦隊が到着するや否や、択捉島は外界から完全に遮断された。大港警府から派遣された哨戒艇が島を見張り、交通も通信もすべて遮断された。島民の封鎖は12月8日の攻撃成功が確認されるまで続いた。11月22日、もはや作戦の秘密漏洩の懸念がなくなったと判断した南雲中将は、機動部隊の全乗組員に目標が真珠湾であることを明かした。憶測に満ちていた乗組員たちの間に大歓声が上がった。翌23日、旗艦赤城の飛行甲板にオアフ島の精密な模型が持ち出された。淵田は無知で指しながら搭乗員たちに一人ずつ任務と行動指針を説明した。後日、攻撃から帰還した搭乗員の一人がこう言った。総指揮官殿、オアフ島は模型そっくりでした。淵田はその言葉に思わず笑い出した。11月26日、機動部隊はヒトカップ湾を出撃した。通常の商船航路から遠く離れた北緯40度以北を航行する。久坂参謀長は過去10年間にこの海域を通った世界中の商船の記録を調べさせていた。結果、冬の北緯40度以上を通った商船は一隻もなかった。当然だ。この海域は冬の北太平洋で最も荒れる。だが、久坂は動じなかった。当店での洋上給油は困難だが、作戦の秘匿性に妥協の余地はない。できることを全てやるしかないと。31隻の大艦隊が嵐の中を東へ向かった。荒天と濃霧の中、輸送船の遅い速力に合わせて進む。12月1日、暗号電文が届いた。2位高山登れ。攻撃実行の命令だった。翌2日、天候がようやく穏やかになり、各艦は燃料の補給を完了した。そしてさらに東へ、真珠湾の真北500海里の地点を目指した。12月5日深夜、東京から最新の真珠湾情報が届いた。ホノルルの日本領事館からの報告に基づくものだ。アメリカ太平洋艦隊の全主力艦がいつもの病地に停泊していた。戦艦8隻がフォード島東側の戦艦列に2隻ずつ並んでつながれている。だが、2つの重大な例外があった。空母がいない。これは深刻な問題だった。堂々たる戦艦軍は魅力的な目標だが、空母こそが最優先の標的だった。空母を沈めなければアメリカの反撃力は残る。南雲は幕僚を集めて協議した。空母レキシントンはミッドウェーに向かっており、エンタープライズはウェーク島から戻る途中だという情報があった。明日までに港に帰ってくる可能性はあった。結論は攻撃を続行する、だった。空母がいなくても戦艦8隻を沈めれば太平洋艦隊は機能しなくなる。そう判断した。12月6日の夕方、機動部隊が南へ進路を変え、発進地点に向かって突進を始めた時、各空母の飛行甲板で搭乗員たちに向けた装甲の訓示が行われた。愛国的な演説の中、万歳の声が響いた。赤城のマストには36年前に統合元帥がまさに同じように掲げた信号機が上がった。12月6日午前6時30分、機動部隊は速力を24ノットに上げた。波を蹴立てて白い秘密を上げる艦隊の姿は壮観だった。淵田は年がいもなく子供のように興奮したと書いている。東に目を向けると朝日が昇っていた。今日一日だけ誰にも発見されないことを祈った。もう一日だけ見つからなければ明日の日の出前に発進できる。午前10時30分、連合艦隊から電報が届いた。二国の荒廃湖の一線にあり、各員一層踏んで努力せよ。山本井祖録の訓示だった。36年前の日本海海戦で東郷平八郎が掲げたのと同じ言葉。
その訓示は直ちに機動部隊の全乗組員に伝えられた。全艦のマストの頂上に Z 機が掲げられた。日本海海戦以来36年ぶりに太平洋に Z 機がはためいた。6隻の空母の飛行甲板には翼を広げた攻撃機がぎっしりと並んでいた。すでに搭載された魚雷と爆弾の黒い表面が不気味な光を放っていた。海は荒れていた。全速で走る艦に波がぶつかり、艦頭の中、艦首の飛沫が白く光っていた。飛行甲板では整備員たちが揺れる機体を必死で抑えていた。12月7日午前5時30分、淵田は飛行服に着替え、艦橋の作戦室に上がった。南雲に敬礼をし、こう言った。長官、これから行ってまいります。南雲はソファーから立ち上がり、淵田の手を固く握って一言だけ言った。頼んだぞ。淵田は階段を降り、搭乗員の待機室に向かった。薄暗い室内に搭乗員たちがひしめいていた。黒板には赤荷の現在位置が記されていた。オアフ島牧田230帰り。淵田は搭乗員の前に立った。気をつけ。全員が直立した。そして一人ずつ飛行甲板へ向かって歩き始めた。暗い甲板に上がると冷たい風が吹きつけた。エンジンの轟音が腹の底まで響いていた。整備員たちが最後の点検をしている。淵田は自分の97式艦上攻撃機に乗り込んだ。操縦席に座った瞬間、思った。男に生まれてよかった。午前6時、第1波攻撃隊が発進を開始した。97式艦砲50機、各機に800キロの鉄鋼爆弾を搭載。同じく97式艦砲40機、各機に魚雷1本。99式艦爆51機、各機に250キロ爆弾0戦43機、護衛と地上攻撃合計183機。荒波の中、一機また一機と飛行甲板から飛び立っていく。暗い海面に機体が吸い込まれそうになるのをパイロットたちは渾身の力で引き起こした。淵田は先頭の97式艦砲に乗り、水平爆撃隊50機を直接指揮した。右500メートル、高度200メートル。低い位置に村田率いる雷撃隊40機、左500メートル、高度200メートル。高い位置に高橋率いる急降下爆撃隊51機、板谷率いる0戦43機が全体を護衛した。飛行高度3000メートル、雲の上に出た。速度125ノット。オアフ島まであと1時間半。午前6時30分、太陽が昇った。眼下には一面の雲海が広がっている。東の空がコバルト色に染まった瞬間、巨大な真紅の太陽が雲の間から顔を出した。三千たる光が一面に降り注いだ。まるで日本の軍艦機が空全体を覆っているかのようだった。淵田は思わずつぶやいた。グローリアスドーン、輝かしい夜明けだ。英語で出た。当時英語は適正語としては移籍されていたが、淵田はアメリカと戦うなら英語が必要だと信じ、密かに勉強していた。だからこの瞬間、英語が口をついて出た。北からの追い風がかなりあった。予定より早くオアフ島に着くかもしれない。だが雲の上を飛んでいるため海面が見えず片鱗が測れない。淵田の機にだけアメリカ製の方向探知機クルーシーが搭載されていた。受信機に耳を当てるとホノルルの放送局からスウィングジャズが聞こえてきた。その電波の方向を測定し進路を修正した。電声管から操縦員の松崎の声が聞こえた。指揮官殿、ガラスが曇って前が見えません。風防を開けます。淵田がうなずくと松崎が風防を開けた。突風が吹き込み、何か白いものが風防をかすめて飛んでいった。なんだろうと目で追うと、松崎が首に巻いていたマフラーだった。思い出の品だという気の毒に思って落ちていくマフラーを見つめた。その消えていくマフラーの向こうにオアフ平原を越えて真珠湾が見えた。指揮官殿、真珠湾が見えます。松崎が息を飲んで報告した。自分でも見える。淵田は双眼鏡を手に取った。いるぞいるぞ。三脚マストとカゴマストの戦艦たち。1隻、2隻、3隻。目で追いながら心の中で数えた。予想通り8隻の戦艦が全部揃っていた。体温が上がるのを感じた。よかった、いてくれた。時計を見た。8時12分前。今攻撃命令を出せば最初の爆弾はちょうど8時に落ちる。淵田は電信員を振り返った。水木兵曹長、全軍に送信せよ。全軍突撃。水木がモールス信号の電源を叩いた。短い略号の繰り返しだった。午前7時49分。1941年12月7日。東京時間では12月8日の午前3時19分だった。振り返ればあの瞬間が呪われた戦争の幕開けだったと淵田は書いている。
攻撃命令を出した後、淵田はバーバーズポイントを旋回しながら攻撃開始のタイミングをかかっていた。左手にバーバーズポイントの航空基地が見えたが、飛行機は一機もいなかった。真珠湾に目を向けた。朝もやがうっすらとかかっている静かな光景だった。真珠湾はまだ眠っているように見えた。上空に空戦の気配もない。地上から対空砲火の閃光もない。奇襲は成功したようだ。淵田は思った。ここまで持ってきた以上、航空隊の腕なら成功すると確信できる。報告を急いだ方がいい。山本長官だけでなく、大本営も西太平洋の全陸海軍部隊も真珠湾奇襲の決定を息を殺して待っている。水木、高型電波で送信せよ。我奇襲に成功せり。はい。待ちかねていたかのように、水木はすぐに電源を叩き始めた。トラ、トラ、トラ、繰り返し送信だった。指揮官殿、赤荷がトラ、トラ、トラの受信を了解しました。よし。午前7時53分、攻撃命令から4分後のことだった。後で知ったことだが、この電報は赤荷の中継より先に、東京の大本営と広島湾の戦艦長門で直接受信されていた。3000海里離れた飛行機の小さな無線機から直接届くはずがない。トラは千里を行って千里を帰るという古い小数を引いて奇跡だと言われた。こうしてトラトラトラは台湾、仏印、マレー、ボルネオ、香港、上海、グアム、ウェークに伝えられた。息を殺して結果を待っていたアジア各地の陸軍師団はそれぞれの計画通りの戦闘行動に入った。高橋率いる急行火爆撃隊51機は2つのグループに分かれた。昇格グループがヒッカム基地とフォード島を、随格グループがウィーラー基地を攻撃した。高橋が見下ろすと巨大な格納庫が並び、エプロンには大型爆撃機が翼を接して整列していた。完璧な標的だった。ウィーラー基地では100機近い戦闘機がエプロンに整列していた。随格グループの坂本大尉は風下からではなく風亀から攻撃した。先に爆撃した基地の黒煙で後続機の標的が隠れるのを防ぐためだ。冷静で適切な判断だったと淵田は記している。こうして攻撃の最初の段階で敵の戦闘機のほとんどが地上で破壊された。空に上がって反撃してくる敵機は一機もなかった。この写真は雷撃を受けた直後の戦艦列だ。水柱が次々と上がっている。 AI でカラーにしてみる。急行火爆撃隊が飛行場を攻撃するのを見た村田は黒煙で目標が見えなくなる前に急いで突入した。午前7時57分、村田が投下した魚雷が戦艦ウェストバージニアに命中した。真珠湾、攻撃で最初の水柱が上がった瞬間だった。続いて2番機、3番機と次々に雷撃機が突入し、水柱の数が増えていった。水深12メートルの問題は克服されていた。投下高度を海面スレスレの10メートルに下げ、射出角度をゼロにする。鹿児島湾で血の滲む訓練を重ねた成果がここで実を結んだ。搭乗員たちがなぜ10メートルにこだわるのかと不満を漏らしていた。あの浅水雷撃の技術がまさにこの瞬間のためだった。フォード島東側に2隻ずつ並んで停泊する戦艦たち。外側の艦が魚雷の盾になり、内側の艦は守られるはずだった。だが40機の雷撃機は外側の5隻に集中攻撃を加えた。最初の数分間でウェストバージニア、アリゾナ、ネバダ、オクラホマ、カリフォルニアの5隻が魚雷の直撃を受けた。内側に停泊していたメリーランドとテネシーだけが魚雷を免れた。日曜日の朝、多くの士官や兵員が上陸許可で艦を離れていた。当直の者たちが静かに8時の国旗掲揚の準備をしていた。まさにその瞬間だった。淵田は自ら指揮する水兵爆撃隊を真珠湾に導いた。目標はフォード島東側に停泊する戦艦列だった。水木、水兵爆撃隊に津の連装を送れ。これは水兵爆撃隊だけへの攻撃命令だった。50機の水兵爆撃隊は5機ずつ10個の小隊に分かれ、縦一列に並んだ。爆撃高度3000メートル。先導機の操縦は渡辺正一総長。爆撃機は麻生谷之助飛総長。常に訓練で最高の成績を残してきたコンビだった。風貌、ガラス越しに見える麻生のだるまのような顔と目が合うと、彼は笑いながら敬礼した。淵田は手を挙げて頼むぞと合図した。麻生は任せてくださいとうなずいた。真珠湾の入り口に近づいた時、予想通り対空砲火が始まった。攻撃開始からわずか5分で反撃が始まったことに淵田は驚いた。敵はかなり戦闘準備ができていたのだ。先頭を行く淵田の小隊に対空砲火が集中した。炸裂した砲弾の黒煙が機体の周りを漂った。
高度はわずか3000メートル。当たると思った。ドンという衝撃で機体が大きく揺れた。操縦員の松崎が聞いた。指揮官殿、どこをやられました？電信員の水木が答えた。左後方、胴体に断片が当たり、穴が開きました。操縦柵が切れかけていて、一本だけで支えています。不安だったが、戦闘の真っ最中だ。不安に浸っている暇はなかった。この写真は炎上するアリゾナだ。巨大な黒煙が空を覆っている。AI でカラーにしてみる。淵田が直接指揮する水平爆撃隊の鉄鋼爆弾が次々と戦艦に命中した。長戸型41センチ砲弾を削って作った800キロの鉄鋼爆弾。3000メートルの高度から落とすと戦艦の装甲甲板を貫通して内部で爆発する。テネシーの砲塔を5インチの装甲ごと貫通した弾もあった。メリーランドの艦首を引き裂いた弾もあった。カリフォルニアの対空弾や空港を爆発させた弾もあった。だが最も壊滅的な命中弾はアリゾナに落ちた。鉄鋼爆弾が全部弾薬庫に到達し大爆発を引き起こした。爆発は一瞬だった。アリゾナは海底に沈んだ。1177名の乗組員が艦内に閉じ込められたまま命を落とした。真珠湾攻撃の犠牲者2403名のうちほぼ半数がこの一隻だった。アリゾナの残骸は今も真珠湾の海底にあり、その上に記念館が建てられている。艦体からは今でも少しずつ油が漏れ続けている。80年以上経った今もアリゾナは泣いていると人々は言う。この写真は転覆した戦艦オクラホマだ。巨大な船底が水面から突き出ている。AI でカラーにしてみる。オクラホマは最初の数分間で複数の魚雷を受けた。急速に傾斜し、そのまま横転した。3万トンの巨体が裏返しになる光景は見る者すべてを凍りつかせた。内部に閉じ込められた乗組員たちは暗闇の中で壁を叩き続けた。ガスも電気も止まり、浸水する水が腰まで上がってくる。その音を聞いた救助隊が船底をガスバーナーで切り開いた。何人かを救出することができたが、多くが間に合わなかった。ある区画では閉じ込められた水兵たちが救助が来るまで互いを励まし合っていたという。だが水位は上がり続け、やがて叩く音は聞こえなくなった。オクラホマの死者は429名。アリゾナに次ぐ犠牲者数だった。この写真は炎上するウェストバージニアとテネシーだ。2隻が並んで停泊していたため火が燃え移っている。 AI でカラーにしてみる。ウェストバージニアは村田隊の魚雷が最初に命中した戦艦だった。午前7時57分、巨大な水柱が上がった瞬間が真珠湾攻撃の実質的な開始だった。続いて複数の魚雷と爆弾が命中し、猛烈な火災が発生した。隣のテネシーに飛び移れないほどの火の壁ができた。だがウェストバージニアのダメージコントロール班は懸命に注水作業を行い、艦を正位置のまま海底に沈めることに成功した。横転したオクラホマとは対照的だった。正位置で沈んだからこそウェストバージニアは後に引き上げられ、修理されて戦線に復帰する。1944年のレイテ沖海戦、スリガオ海峡野戦で真珠湾の仇を討つことになるのだが、それはまだ先の話だ。この写真は座礁して炎上するネバダだ。タグ、ボートのホガと水上規模艦アボセットが救援に当たっている。 AI でカラーにしてみる。戦艦列の北端に唯一単独で停泊していたネバダ。他の戦艦が2隻ずつ並んでいたのに対し、ネバダだけが単独だった。魚雷を受けながらも独力で出港を試みた。艦長が不在の中、当直将校のトーマス少佐が指揮を取った。ボイラーに火を入れ、錨を上げ、ネバダはゆっくりと動き始めた。煙を上げながら真珠湾の出口に向かうネバダの姿は、その朝の真珠湾で最もドラマチックな光景だったと言われている。まだ戦える、まだ戦えると示す希望の象徴だった。だが第2波の急行火爆撃隊がネバダに集中攻撃を加えた。湾口で沈没すれば真珠湾全体が封鎖される。数十隻の艦船が港から出られなくなる。やむを得ずネバダはワイピオポイント沖で意図的に座礁させられた。ネバダも後に修理されノルマンディー上陸作戦に参加する。そして1946年、長門と同じビキニ艦礁で核実験の標的艦となった。この写真はドライドック内のカッシンとダウンズだ。カッシンが燃え尽きてダウンズの上に横転している。背景には比較的無傷のペンシルバニアが見える。 AI でカラーにしてみる。ドライドックの中にいた駆逐艦カッシンとダウンズ、そして戦艦ペンシルバニア。
ペンシルバニアは太平洋艦隊の旗艦であり、キンメル提督がまさに乗艦していた戦艦だった。だが、ドックに入っていたおかげで魚雷を免れた。第2波の急降下爆撃隊がこのドックを攻撃した。ペンシルバニアに爆弾が命中し、カッシンとダウンズは火災と弾薬の誘爆で完全に破壊された。カッシンはダウンズの上に傾いて寄りかかった。別の浮きドックにいた駆逐艦ショーは全部弾薬庫に爆弾が命中し、壮絶な爆発を起こして艦首を吹き飛ばした。この爆発の写真は真珠湾攻撃を象徴する写真の一つになった。奇襲の衝撃が全員を硬直させたのは最初の数分だけだった。水中爆発の振動と爆弾の轟音、傾いていく巨大な船体、炎の轟音の中でアメリカの水兵たちは驚くべき速さで立ち直った。まだらい撃機が魚雷を投下している最中に艦隊の対空機銃と広角砲が火を吹き始めた。雷撃機5機と急降下爆撃機数機が撃墜された。フォード島北西の小型艦艇軍は密集した対空砲火を浴びせ、突入してきた急降下爆撃機に大きな損害を与えた。弾薬の供給が途切れると、水兵たちは手渡しで弾を運んだ。炊事場の主刑兵までが弾運びに駆り出された。全員が奇襲の怒りを機銃の引き金にぶつけていた。第1波が去って30分後の午前8時40分頃、島崎率いる第2波171機がオアフ島上空に到達した。97式艦砲54機が550ポンド爆弾で飛行場を攻撃し、99式艦爆80機が艦船を攻撃、0戦36機が護衛についた。だが第1波とは状況が違っていた。アメリカ軍の対空砲火は組織化され激しさを増していた。急降下爆撃機は猛烈な集中砲火を浴び損害を出した。それでも爆撃隊はペンシルバニアに命中弾を与え、ドック内のカッシンとダウンズを破壊し、ネバダに集中攻撃を加えた。午前10時頃、すべてが終わった。1054機の攻撃機が投入され、失われたのは0戦9機、急降下爆撃機15機、雷撃機5機の合計29機だった。攻撃が終わった真珠湾の前景写真がある。 AI でカラーにしてみる。黒煙が空を覆い、港全体が炎に包まれている。アリゾナから立ち上る巨大な煙柱が空の半分を黒く塗りつぶしている。対空砲火の白い炸裂跡がまだ空に残っている。この写真は北の丘から南西方向を撮影したものだ。 AI でカラーにしてみる。煙の向こうに戦艦列があったはずの場所がある。だがもうそこに戦艦の姿は見えない。煙と炎だけがかつて太平洋艦隊の象徴だった場所を覆っている。戦艦列の被害は壊滅的だった。アリゾナは全部弾薬庫が大爆発を起こし、1177名が艦と共に沈んだ。オクラホマは魚雷8本を受けて転覆し、429名が閉じ込められた。ウエストバージニアは魚雷7本で沈底し、106名が犠牲になった。カリフォルニアも魚雷2本と爆弾1発で着底した。この写真はウエストバージニアとテネシーを撮影したものだ。 AI でカラーにしてみる。ウエストバージニアが左舷に傾き黒煙を上げている。その向こう側にテネシーが挟まれるようにして見える。テネシーは自らは魚雷を受けなかったが、燃えるウェストバージニアの炎と海面に広がる重油火災に囲まれ、身動きが取れなくなっていた。ネバダが座礁している写真がある。 AI でカラーにしてみる。タグボートのホガが必死に消火活動を行い、隣にはアボセットが寄り添っている。ネバダは戦艦列で唯一自力で動き出した艦だったが、集中攻撃を受け港の入り口を塞がないよう座礁させられた。海ドックの中の写真もある。 AI でカラーにしてみる。駆逐艦カッシンが横転し、隣のダウンズに寄りかかっている。背景には旗艦ペンシルベニアが見える。ペンシルベニアは海ドック内にいたおかげで魚雷を免れたが、爆弾一発が命中していた。フォード島の航空基地の写真がある。 AI でカラーにしてみる。格納庫は破壊され、水蒸気の残骸が散乱している。 PBY 飛行艇が並んでいたはずの駐機場は残骸の山と化していた。航空基地の被害も甚大だった。フォード島で33機、カネオヘで33機の飛行艇がほぼ全滅。エワで33機、ヒッカムで18機、ウィーラーでほぼ全機が破壊された。アメリカの航空戦力は地上で壊滅させられた。2403名のアメリカ人が命を落とし、1178名が負傷した。この数字の半分近くがアリゾナの乗組員だった。彼らは今もあの港の底に眠っている。
赤城に着艦した淵田を搭乗員たちが駆け寄って迎えた。淵田が発進指令所で戦果報告をまとめていると、艦橋からせかすような要請が来た。淵田指揮官、すぐ艦橋に来てくれ。艦橋に上がると、南雲がいきなり聞いた。戦闘はどうだった？淵田は答えた。敵戦艦4隻の撃沈は確実です。残り4隻も対は当分真珠湾から出撃できないでしょう。敵の航空兵力は壊滅させたと思います。3時間の対空中、1機の敵機も反撃に現れなかったことがその証拠です。南雲は熱心にうなずきながら聞いていた。報告が終わるとこう言った。指揮官、よくやった。飛行甲板ではすでに第二次攻撃の準備が進んでいた。燃料と弾薬を補給した攻撃機がエレベーターで甲板に上げられ、発進位置に並べられていた。淵田と他の航空隊指揮官たちは再攻撃を強く主張した。輸送施設と修理施設が無傷で残っている。これを破壊しなければ真珠湾は数ヶ月で機能を回復してしまう。だが南雲は慎重だった。成功があまりにも完璧で代償があまりにも小さかった。運を試すようなことはしたくなかった。南雲は再攻撃を行わず北西に向かって離脱を命じた。輸送船との合流点へ向かい、そこから日本へ帰投するのだ。後にこの判断は大きな議論を呼ぶことになる。輸送施設を破壊していれば真珠湾は何ヶ月もの間太平洋艦隊の基地として使えなくなっていたはずだ。空母エンタープライズはわずか200海里先にいた。もし第二次攻撃が行われていればこの空母も沈んでいたかもしれない。だが南雲は帰還を選んだ。戦術的には大勝利だったが戦略的には決定打にならなかった。アメリカの怒りだけが決定的に燃え上がった。もしこの攻撃が世紀の海戦で達成されたものであれば、アメリカ海軍には深い敗北感が刻まれ、劣等感を克服するのに何ヶ月もかかっただろう。だが実際には宣戦布告なしの奇襲だったがゆえに、アメリカ国民の中に燃え上がったのは敗北感ではなく、激しい怒りと復讐への情熱だった。冷静に被害を検証すると、空母は無事だった。修理施設もほぼ無傷だった。巨大な燃料貯蔵施設も攻撃されなかった。真珠湾は引き続き太平洋艦隊の基地として機能できた。そして戦艦が沈んだことでアメリカ海軍はいやおうなく空母を中心とした新しい海戦の時代に投げ込まれた。大砲の時代は終わり、航空機の時代が始まった。皮肉なことに真珠湾攻撃はアメリカ海軍の近代化を加速させた。日本は戦術的な大勝利を収めたが、その代わりに1億3000万のアメリカ国民を一つにした。Remember Pearl Harbor。この言葉が以後4年間のアメリカの戦争を愚弄する燃料になった。あなたはこの攻撃のどの場面に一番心を動かされただろうか。ぜひコメントで教えてほしい。